はい、皆さんおはようございます。今日もね暑いですね。頑張って作業の方していこうと思います。前回ね木を倒して抜根して深く穴を掘った場所ねで、今ねあのままの状態になってますんで、今日はそこをね、埋め直してまた整地の方をしまして、残土置き場の方をね作るということでやっていきたいと思います。で、前回最後の方でね穴を開けっぱなしにしてた、理由として不動産屋さんがねちょっとその週末に、地主さんと見に来てくれるということで、そのままにしてました。あそこはねそこまでゴミ埋まってないのであれなんですけれども、一応ですねこの左側ねこっち側のゴミの山を売ってくれた売り主の方と、あと不動産屋さんでね、見に来ていただきまして、あとは隣の土地の、所有者の地主さんね、もう一緒に来てもらいました。で、ゴミがね隣の土地まで越境してますんで、それをどうするのかっていうのと、あとこの実際のねこのゴミの山の、状況を見て、売り主がねどういう、判断というかねになるのかっていうのもね、ちょっと相談したかったので、実際に来て見てもらいました。で、一応ね私とね隣の地主さんの、要望の方は伝えまして、私的にはねここはもう正直ゴミしかもう埋まってないで 100% ねこの地面もねゴミも小さいのがやっぱり出てきますんで、綺麗な山の土地に戻すのはほぼ不可能かと思います。全部ね掘り返して全部新しい土に入れ替えればできないことはないですけど、そんなことねできるわけないので、私一人ではね。なので、これをね全部ゴミをねこの出てる部分だけのゴミだけを処分するとしても、何百万何千万かかると産廃業者さんの方に言われてますんで、それをどうするのかというね、話し合いっていうかね、2時間ぐらい立ち会いしてもらいました。結果としてはねまだ出てないんですけれども、ちょっと持ち帰って、検討させていただきますということで、要望的には買い戻しをしていただければ一番いいかなと私の中では思っております。処分費用をねこれ出してくれとなりますと、この土地代の何倍もの金額の処分代がかかりますんで、現実的に無理かなと。私もこれをね処分する金額をね、捻出するのはもう無理ですんで、それをねどうやって対策するかってなると、一応お互いの妥協案を探ってね、私が買った金額で買い戻してもらえればいいのかなと。それが一番お互いね安くっていうかね妥協し合えばねいいのかなとは思うんですけれども、向こうの方もね現実こういう状況だっていうのはやっぱ分からなかったみたいで、実際はね相続した家族の方がね、私に譲っていただいたわけなんですが、実際この土地も見たこともないということでね、今現状こういう状態で、こういうものが埋まってると、解体物がね、埋まってるということで、この現状を目の当たりにしてね、どういう風な気持ちになったか、ある程度前向きに考えてくれるということでは言っておりました。なのでねちょっとその結果待ちで、あとはちょっとねいろいろ相談したいと思います。不動産屋さんの件もありますしね、不動産屋さんは適正にちゃんとそういう内容で契約書を作ってますんで、違法な販売をしたっていう認識はないんですけれども、ただこれがねゴミとか埋まってますよっていう前提の契約書を作られてますけれども、私としては想定外、常識の範囲を超えたゴミが埋まってると。建物の解体物、あとねこの前出てきたその建物の基礎に使うような杭ですかね、コンクリート杭、そういったものも出てきてますし、鉄くずプラスチック土壌汚染等ありますんで、これをね不動産屋さんが知ってたかというと不動産屋さんも知らなかったということで、事前にねゴミが埋まってるっていうのを知ってるんであれば、私的には試しにね掘って1箇所2箇所でもね何メーターぐらい埋まってる、どれぐらいの量が埋まってる、でそれがこの300坪でどの程度まで埋まってるかっていうのをね把握した上で売ってほしかったなっていうのはあります、正直。ただそこまでする業者さんはいないと思います、不動産屋さんでね。不動産屋さんも言ってましたけどね、そこまで大手の不動産屋さんでもそういうことはしないと。
まあそれはわかるんですけれども、それを聞いてれば私はもちろん買ってませんでしたんで、このね想定外のこのゴミ問題、まあこれがねちょっと今また話題に上がってきて、まあちょっと進捗が出ればいいかなと。隣の地主さんもね、ちょっと前向きに戦うじゃないですけどね、まあもちろん自分の土地に越境したのはね、昔それをやった人の犯罪ですんで、まあそれをそのままにしておくとね、自分の土地の評価も下がりますし、いざ売るっていう時にそのゴミがあるとね、やっぱなかなか売れないっていうのもありますんで、隣の地主さん3000坪ほどね、鉄塔立ってますけどね、あそこの鉄塔のふもとまで、鉄塔はね、電力さんに売ったって言ってましたけどね、なので、せっかくの広い土地を、いうふうにゴミのね、山にされてしまって価値を下げられると、売るにも売れないということでね、ちょっと、怒ってまではいないですけどね、やっぱりそれなりのね、対応してもらわないとっていう話なので、若干こう、話の進捗が見えたかなと思います。はい。で、ちょっと話がね、脱線しましたが、今ちょっと現状そういう状態ですので、ゴミの掘り起こしは、引き続き、続けてはいきます。返答が来るまで。止めるわけにはいかないのでね、一応続けてはいきますんで、ただ、私が今やっている作業がね、無駄になる可能性もありますし、無駄にならない可能性もありますんで、ちょっとそこはね、おいおい、話が進み次第お伝えしていきたいと思います。で、今回は、ここの、抜根したこの大きなね、穴、これをね、若干ちょっとゴミの方、一番下の方にね、ありますんで、取り除いて埋め戻す作業、あと、整地ね、をして、奥の方までね、ちょっと広げたいですね。こういう風な感じで。で、ある程度平らにして、残土を、ダンプで、運搬車を使って、ここに、こう、山積みにね、できるように、ちょっとやっていこうかなと思います。じゃあ今日ね、ちょっと暑いけどユンボを使って、早速穴埋めの戻し作業をね、していきたいと思います。
はい、それじゃあですね、今ね昼過ぎになりましたんで、今日はねここら辺までにしとこうと思います。一応残土の方ね、ここの山になってるのはもともと前の地主さんがね残土として山にしてたもので、前回ねここの柄を全部取りましたんで、残った残土をね、ここに積み上げました。ちょうどね境界付近になるんですけれども、上にねユンボ上げて、締め固めてね置いときました。で土地がねまだこうありますんで、ここはね、開いてもいいんですが、ちょっと手前の方からねこう開いていかないとね、ちょっと難しいかな。結構ねこう段差にもなってますんでね。はい、一応こんな感じでね残土の方はね山にして固めました。である程度平らにしましたんで、ここに、向こうから持ってきた残土をね、置いてって、残土置き場としてね使えばいいかなと思います。前回ねそこら辺に残土を置いてた、今ちょっと慣らして広げちゃいましたけどもね、1回ふるいにかけた残土です。でこれはねやっぱり若干ねこう木くずだったりとか、若干こう石ころね、瓦礫とかね混ざってますんでね、これ1回山にするのはいいんですけども、もし再利用するとなるともう1回ちょっと細いね、スケルトンバケット細めに変えて、振るってあげないとねちょっと再利用はあんまりしたくないかな。一応こんな感じで、この土はねやっぱ綺麗でしたね。どっからか持ってきた残土だと思うんですが、全部がねこんな土だったらいいんですけれどもね。はい、でもね結構、綺麗なかなり広い、土地が開けました。一番奥の部分ね、綺麗に開けましたんでね、ここにちょこちょこ、あとここに今回木を抜根する際にね掘って出てきたゴミ、あと枯れ木、アブに刺されるんですよね。でありますんで、これはね後々ちょっと時間ある時に片付けていきたいと思います。はい、じゃあね時間になりましたんで、今日はここら辺までにしたいと思います。またなんか土地の件でね進捗がありましたらまたお伝えしたいと思います。はい、じゃあ今日はねありがとうございました。